皆様こんにちは、セリナです。今回は6月1日発売、エレガンスラプードルオートニュアンス新色9ゲランメテオリットコンパクト01トランスルーセントを比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。エレガンスの人気パウダーラプードルオートニュアンスに新色が追加されて、同時にゲランからブレストタイプのパウダーが発売ということで、見た目や配色が似ている2つなので違いが気になっている方も多いんじゃないでしょうか。今回の動画ではそれぞれのパウダーを半眼ずつに塗って毛穴カバー力、ツヤ感、香り、4時間後のマスク崩れを徹底比較していきます。少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな内容を発信していくのかなどは詳細動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。今回比較するのはこちら。エレガンスラプードルオートニュアンス新色9。フェイスパウダーとは思えないカバー力で厚みを感じさせない仕上がり。キメや毛穴を巧みにカモフラージュしてつるんとした肌に。新色の9はくすみを感じさせない澄んだ仕上がりで、パールのような輝きをまとった上品な発光感のあるツヤ肌へ。ゲランメテオリットコンパクト01トランスルーセント。独自のカラーハーモニーと極薄エアリーベールで透明感と毛穴レス印象を叶えるフィニッシングパウダー。01トランスルーセントはベリーライトからライトトーンの肌色を美しく整えるハーモニー。それではエレガンスとゲランの新作パウダーをそれぞれ半眼ずつに塗り比べて塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れを比較していきたいと思います。まずはこちら側半分にエレガンスの新色を塗っていきます。エレガンスは付属のパフを使って塗るのがおすすめとのことだったので、今回はパフ塗りで仕上げてみたいと思います。全色がしっかり混ざるように取ったら、ベースラインから顔の中心に向かって軽くトントンとのせていきます。こんな感じで軽くのせただけでも肌トーンがかなりアップしたのがわかりやすいと思います。そしてさらに軽い力で磨くとこんな感じで頬の高い位置に微細なハイライトを塗った時のようなツヤが出たのがわかりやすいと思います。はい、まずはこちら側半分にエレガンスの新色を塗ってみました。パウダーなしの方と比較をするとかなり肌トーンがアップしているのがわかりやすいと思います。今回ファンデーションはエレガンスの新作エアリーリクイッドファンデーションの標準色を使用していますが、標準色のファンデーションと比較をするとワントーンからツートーンほど明るさを出してくれるので、パウダーでしっかりトーンアップさせたいという方にかなりおすすめです。そして顔を動かすとこんな感じでパフで優しく磨いた部分に内側から発光するようなツヤを楽しめます。近くで見るとこんな感じです。かなりしっとりしているフェイスパウダーなので毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれて、パウダー自体のカバー力がとても高いです。毛穴をしっかりフラットにした上に微細なパール感で発光するようなツヤが楽しめるので、毛穴カバーしつつツヤも楽しみたいという方に使いやすいんじゃないかなと思います。パウダーを塗る前の肌と比較をするとこんな感じの違いです。ではこの状態で反対側にはゲランの新作パウダーを塗っていきます。こちらにはパフやブラシはセットになっていなくて、専用のメテオリットブラシを使って塗るのがおすすめとのことだったので、今回はブラシ使いしていきます。こちらも全色が混ざるようにブラシにしっかり取ったら、フェイスラインから顔の中心に向かって優しく円を描くようにのせていきます。ゲランはこんな感じで、こちらもカバー力は高めですが、エレガンスよりも透け感があってよりナチュラルな感じがします。しっかり重ねていっても毛穴は消えますが厚塗り感が出なくて立体的ですごく綺麗です。はい、こちら側にはゲランの新作パウダーを塗ってみました。
ゲランもエレガンスと大体同じくらいの量を塗り重ねてみましたが、それぞれ比較するとこんな感じの違いで、トーンアップ感やカバー力の違いがかなりわかりやすいと思います。エレガンスは元の肌から2トーンほど明るくなる感じがして、パウダーでしっかり肌をカバーしつつ、磨いたようなパールツヤも楽しめる仕上がり。ゲランはしっかり塗り重ねてもそこまでファンデーションの色味に影響が出にくくて、薄膜で肌に馴染みながらも毛穴や凹凸を滑らかに自然な陶器肌に仕上げてくれます。ゲランもマットとパール、両方のパウダーがミックスされているので、顔を動かすとこんな感じで、つるんとした滑らかで立体的なツヤもしっかり楽しめます。近くで見るとこんな感じです。よりそれぞれのカバー感の違いがわかりやすいと思います。より粉感のない滑らかで自然な仕上がりがお好みの方はゲランがおすすめ。パウダーでしっかり毛穴や凹凸を埋めるようにカバーして肌トーンをしっかりアップさせたい方はエレガンスがおすすめです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じはどちらも綺麗に毛穴をカモフラージュしてくれていますが、粉っぽくなっていなくてかなり滑らかな状態です。比較をするとエレガンスの方がパウダー自体のしっとり感が強く、ゲランの方が肌表面がつるんと磨かれたように整っている感じがします。そして香りについては、エレガンスはパウダリーなフレグランスのような香りが結構強めにして、ゲランはウッディ系のフレグランスのような香りが結構しっかりめにします。どちらもフェイスパウダーの中ではかなり香りは強い方なので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。では、この状態でマスクで4時間ほど過ごしてみて、崩れ方の違いを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今日はとても暑かったので、4時間の間に汗もかきましたが、両方ともかなり綺麗に保ってくれているのがわかりやすいと思います。特にゲランは粉っぽさを感じさせない肌に馴染むようなナチュラルさはそのままに、毛穴や凹凸も綺麗にカモフラージュしたままで、小鼻や頬の広範囲にもテカリが出てきていなくて、エレガンスは塗りたてのハイカバー感とトーンアップ感をしっかり持続しつつ、磨いた部分のツヤも綺麗に残ってくれています。それぞれ近くで見るとこんな感じです。まずエレガンスは塗りたてのかなりハイカバーな状態と比較をすると、どうしても汗をかいた小鼻の横などが若干薄まる感じはしますが、それでもパウダーが汚く落ちてしまうこともなく、トーンアップ感もツヤ感も近くで見ても綺麗なままです。そしてゲランもこんな感じで、塗りたてと比較をすると少しだけカバー力が薄まった感じはしますが、もともとナチュラルな仕上がりなので、かなり変化は感じにくいんじゃないかなと思います。薄膜なのに皮脂やテカリに強いところもすごく優秀です。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、エレガンスは小鼻の横に若干皮脂っぽさが出てる印象ですが、そこまで気にならなくて、ゲランは塗りたての時の滑らかでつるんとした肌状態をしっかり保ってくれています。どちらも皮脂や汗崩れに強いですが、仕上がりのイメージが変化しないところと、小鼻の横のベタつきをしっかり吸収してくれるところは、ゲランの方がより崩れに強いんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じでエレガンスとゲランの新作クレストパウダーを比較していきました。どちらも毛穴や凹凸を感じさせないフラットな肌に仕上がって、汗や皮脂崩れにも強いというところは共通していますが、よりパウダー自体のカバー力をお求めの方や、強いトーンアップ感とツヤ感をお求めの方はエレガンスがおすすめ。自然に肌に溶け込みながらもつるんとした滑らかな肌に仕上げたい方、より皮脂や汗崩れを強化させたい方はゲランが使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらもとても優秀だったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。